岩の池の作り方。モルタルと FRP 防水で、新たに池を作りました。リビングから見える池の様子です。普段は、ここに座って、池を眺めています。外に出ました。今回の動画では、この新たに作った池を、どうやって作ったのか紹介します。今まで、試行錯誤して池を作ってきたのですが、この池では、以前からやりたいと思っていた、FRP 防水に挑戦してみました。それでは、ご覧ください。崖作り。まず、柵として使っていたレンガ風ブロックに、穴を開けていきます。針金にアンカープラグを差し込んで、穴に固定します。結束線を使って、針金に網を張っていきます。崖をイメージして、形を作りました。網にモルタルを塗っていきます。モルタルを扱うのは初めてなので、緊張しました。モルタルが硬化すると、こうなりました。中が空洞の崖が、完成しました。崖の外側ですが、下のレンガに合わせて、モルタルでレンガ風にしてみました。後から、モルタルに色をつけました。目地を、黒くしてみました。網だけの崖も作りました。いくつかの部材に分けて、崖を作っていきました。あと、この LS サンドという、発泡スチロールの粉のようなものを、混ぜて使いました。セメントの粉と LS サンドを、混ぜて使います。すごく軽いモルタルができて、網の目が粗くても塗ることができます。モルタルが硬化してから、色モルタルで上塗りをしました。岩を組んだような形も作りました。岩の間から、水が流れるように作っています。後でパイプと接続ができるように、裏側にはパイプを埋め込んでいます。これも色モルタルで上塗りしました。水が通る箇所は、FRP 防水を施しています。出来上がった部材を組んでいきます。この箇所には電源コードを通すためのパイプを入れています。こちらの崖の中には水が通るようにパイプを通ししています。池作り、モルタル打ち、FRP 防水。部材を組み終わったら池を作っていきます。穴を掘って土を固め、ラス網を敷いていきます。ラス網をきれいに敷くのはなかなか難しいですね。ラス網を敷いたら、モルタルを塗っていきます。この画像は、モルタルを塗った後の画像です。雨が降ったので、水が溜まっています。モルタルの効果を待つ間、崖の塗装をしました。まずは、シーラーを塗ります。影になるところ、光の当たるところを、色を変えて塗っていきます。絵を描いているみたいで、なかなか楽しい。モルタルが完全に乾いたら、掃除をして、ウレタンプライマーを塗っていきます。ウレタンプライマーを塗り終わったら、乾くのを待ちます。ウレタンプライマーが乾いたら、ガラスマットを敷いていきます。全面に二重に敷いていきます。手でちぎって、すべての箇所に均等に敷いていきます。次は、ガラスマットの上に、ポリエステル樹脂を塗っていきます。思ったより時間がかかり、暗くなってしまいました。この日の作業は、ここまで。ポリエステル樹脂が硬化したら、中塗りをします。中塗りでは、トップコートを10から 20% 入れたポリエステル樹脂を塗っていきます。中塗りが硬化したら、トップコートを塗っていきます。トップコートの色は、ベージュにしました。トップコートが硬化したら、一応、水を張って水漏れテストです。その他の作業。人工芝を購入しました。崖のてっぺんを
どうしようか悩んでいましたが、人工芝を張ることにしました。こちらの崖もこのままだと寂しいので、人工芝を張りました。地面には人工芝を敷くつもりはなかったのですが、人工芝が余ったので敷くことにしました。あと、この橋は、流木と石を意識して作ったので、色を塗りました。一応、流木のつもりです。この橋は、なんとなく気に入らないので、もしかしたら、作り直すかもしれません。あと、岩のない箇所の崖は、寂しかったので、地層を描いてみました。一応、地層のつもりです。作り方の紹介は、以上です。新しい池の作り方を、紹介しましたが、いかがだったでしょうか。次回は、自作ろ過装置を紹介します。今回の池作りと一緒にろ過装置も改良して、容量アップしました。興味のある方は、ぜひご覧ください。これで、今回の動画は、終わりです。楽しんでもらえたでしょうか？時間がある時にでも、感想などコメントしていただければ、幸いです。ブログやっています。遊びに来ていただけたら、嬉しいです。よかったら、こちらの動画も、ご覧ください。最後まで、ご視聴いただき、ありがとうございます。今後も、よろしくお願いいたします。